我流です。私のチャンネルのこの動画、とても多くの方に見ていただいてますが、これはシリコーンシーラントを使ってイカのルアーを作る動画です。ジグやタイラバなどのメインのルアーの上にちょい足ししてジグサビキのようにすれば、自作のルアーがメインよりも釣れてしまうという、日本ではなかなか真似をなさる方がいない動画ですが、思いもしなかった意外な国の釣り仲間たちがこのイカを作り、実際に魚を釣った報告がたくさん届いて、私自身非常に驚いています。しかもその中には YouTuber もいて、このシリコーンイカの動画を公開してるんですよね。その思いもしなかった意外な国とは、フランスです。Là, je sais pas si vous la voyez bien, donc cette mitraillette, en fait, elles sont reproduisant un tutoriel d'un youtubeur japonais, Gariou Arigato, si tu... Soi-même à la maison. Voilà, là c'était les petits calamars, donc là c'est un... Pour tout vous présenter, en fait c'est un leurre que j'ai fait maison, hein, avec... 全く何言ってるのか分かりませんが、皆さん楽しんでらっしゃるのがすごく伝わります。今日はこの素晴らしき仲間に感謝しつつ、フランスをリスペクトした釣り竿を自作してみようと思います。これを使って。これは何か？シャンパンのコルクです。ちなみにこれはフランスが誇るブランド、モエーシャンドン。その黄金の泡を受け止めるコルクの線です。ちなみにこれは我が家で開けたものではなく、セレブな友人から線だけもらいました。シャンパンポンポン開ける世界線が身近にあったことにいささかのショックを受けましたが、ありがたいです。参考までにこれは釣り竿用の天然コルクグリップなんですが、このシャンパンのコルク線はちょっと様子が違います。調べてみると、これはコルクのクズを寄せ集め、圧縮したものらしいです。ちなみにこれは、先日私の誕生日に開けた1200円のスパークリングワインのコルク線です。同じ圧縮コルクでもむちゃくちゃ雑な作りですね。萌えの方は泡もコルクもきめ細やかなようです。で、このコルク線で何をするかと言いますと、私の竿作りの動画についた、またしてもフランスの方からのコメントきっかけなんです。Google 翻訳してみると、竿のグリップにシャンパンのコルクを使うことを勧めていて、シャンパンのコルクはワインのコルクより太くてグリップにちょうどいいし、お湯で茹でれば元の円筒形に戻るからやってみ、という内容。確かにこのくびれはグリップには不向きですが、本当ですかね。やってみましょう。コルクを熱湯につけて約1時間放置。おお、これはまごうことなき円筒形。半信半疑でやってみましたが、これは本当にグリップとして使えそうですね。コメントをくれた方、メルシーボクー。グリップが決まりましたので、その他のパーツを決めていきましょう。はい。おなじみのダイソールアーロット、今回は長い方の2メートル10センチを使います。それではパーツを超高速で外しますね。すべて外れました。続いて電動ドライバーにブランクを刺して水研ぎで塗装をはねるだけはにます。ちょっと塗装が残ってますが、ブランクはこれでいいでしょう。その他のパーツは仲間から寄贈してもらった折れた排気ロッドたちの中から取りましょう。これが良さげですね。ここからリールシート、ナット、その他アクセサリーパーツを超高速で採取します。
採取できました。電動ドライバーにいらないブランクをセットし、螺旋状に紙やすりを巻きつけ、コルクにブランクの外径の穴を開けます。採取したパーツも内径が合っていないので、同じ方法で拡張。OK。天然コルクとシャンパンコルクの組み合わせも悪くありません。リールシート、ロッキングナット、各種リング、天然コルク、シャンパンコルク、そして2022年に釣り仲間の高野くんがへし折ったロッドから採取したガイド一式。ブランクにセットするパーツはこれで全てです。全ていただいたリサイクル品ですね。あとはブランクスですが、これは塗装が必要です。今までは黒に近い色ばかりでしたが、今回は少し明るい色にトライしてみます。塗装剤はウレタンバーニッシュに専用の顔料を混ぜ、少し薄めて塗るつもりです。本来であればヒノキ塗装で塗ろうと考えていたのですが、ちょっと計算違いの部分があり、仕方なく今回は筆塗りにしました。今回の色はカッパーです。パーツを接着しましょう。シャンパーニの文字がかっこいいっす。リールシート部分はこんな感じですかね。シャンパンコルクグリップは想像以上に握りやすいです。これは最高かも。リアグリップもいい感じですし、あとはガイド固定と飾りスレッドですね。ブランクの背骨、スパインを探して竿がしなりやすい方向を見つけます。ガイドを配置する位置に印をつけ、仮固定をするわけですが、ビルダーの方からこれを使うと便利だと教えていただきました。これは最も細くて短い7センチの結束バンドです。ちょっと固定してみましょう。意外としっかり固定され、しかも位置や角度の微調整も容易です。絶妙ですね。とりあえず想定した場所に全てのガイドを仮固定しましょう。今回は配置をスパイラルにしました。これに関してはまたおいおい説明する機会があると思います。実際にガイドに糸を通して竿のしなり具合を見てみましょう。なんというか超パラボリクスですね。グラス独特のこのしなり、僕は大好きです。ガイドのスレッド巻き、ワット部分の飾り巻き、
あとはスレッドのコーティングですが、ここまで来たら低コストを貫きましょう。ダイソーのクリアエポキシ接着剤、これとアセトン入りのリムーバーを念入りに混ぜます。シャバシャバになりました。これなら染み込み、きっちり固定できるはずです。これで一応完成です。シャンパンコルクのサイズ、ぴったりですね。自分で言うのもおかしいですが、パーツやブランクの色味とも相まって、かなりかっこいいリアグリップになったと思います。リールシート部分のグリップもなかなかのかっこよさ。何より握り心地が最高です。ただし、最後の最後で失敗してしまいました。少しだけバットに針が出たらいいなぁと軽い気持ちでリールシートから第一ガイドまでをクリアエポキシでコートしたんです。うまく塗れたと思ってたのですが、朝起きてみたらこのように仙人の杖みたいになっていました。クリアエポキシがダメなのか、私の塗り方が悪かったのか、何か下処理が必要だったのか、なぜこのように波打ったのか全く原因がわかりません。ガイドのスレッドは全く問題なく綺麗にコートできているのに、この仕上がりはちょっと悲しい。というか、悲しすぎる。完全に硬化したら水研ぎしてまた再度コーティングしようと思いますが、その際にうまくいくポイントや改善点があればぜひ教えてほしいです。ところで、この竿に合わせるリールですが、やはりモノトーンのロープロファイルよりも、ゴールドの丸型が良さげですよね。いいですね。これ眺めてるだけで白飯丼3杯いけそうです。でもやはりこのリールは今となっては実用的ではないので、これが一番良さそうですね。今年中に釣りに行けるか微妙ですが、このセットが試せたら最高だと思います。ということで皆様、良いお年を。